はい、こんにちは。明けましておめでとうございます。2022年最初の動画は、前回かつてのガッツとキャスカについて考察していきましたが、その流れで今は亡きかつての高野団のキャラクターについて考察していこうと思います。初回は柔道です。それでは行ってみましょう。柔道は高野団の千人長の一人であり、作品内で描かれている彼を見ると、戦闘の際には二刀流の短剣と投げナイフを用いるなど、暗殺や石膏に向いた才能を持っており、またグリフィス奪還の際には人知れずシャルロットを内通者として起用するなど、情報通策謀家のイメージがあります。そこまで描かれてはいませんが、高野団の戦争での作戦を立てるときにグリフィスも彼の情報や知恵を大いに利用していたのではないかと考えられます。ガッツの高野団での初陣の翌日、一人明け方の塔の上に佇むガッツに柔道が声をかけ、高野団やグリフィスについて話し込むシーンがありますよね。グリフィスは俺たち凡人にはわからない。もしかしたら一生かかっても手に入らない確信みたいなものを持っているんだろうな、きっと。何の？全てのさ。このガッツとの対話の中で、柔道は直感的にグリフィスという人間の底知れない運命的なものにまで気づいているのではないかと思われます。具体的にどうなるかまでは分かっていなかったとしても、少なくとも他の団員たちが憧れ、自分たちの夢を託そうとグリフィスに従っているよりは、はるかに客観的に物事を見る人間であることが伺えます。またこのシーンでガッツにあえて近づき、コミュニケーションを図ろうとする姿勢はガッツへの気遣いを感じます。団全体のことを考えて、ガッツという有望な戦士を仲間として迎えるため、居場所を作ろうとしているとも言えますが、どちらにせよ、その対話する力と明晰な頭脳を生かし、団全体の雰囲気の調整役としても才能を発揮している人物と言えるでしょう。初のシーンで、実は柔道がキャスカを愛していたことが発覚するわけですが、それを念頭に置いて、キャスカとガッツとの関係に柔道がどのように関わっていたのかを見ていくと、彼はガッツにキャスカを連れて行くようにと勧めています。ガッツの100人斬りの後、ガッツに塗ってあげるようにとキャスカに妖精の粉を渡すシーン。結果的にその後の夢のかがり火のシーンがガッツに対するキャスカの感情が高まっていくきっかけになっているので、そのきっかけを作ったのも柔道ですよね。ちなみにこのシーンでパックと柔道との関わりが匂わされているのですが、そこについての言及は別の回に回したいと思います。話は戻りまして、なぜ柔道はキャスカに対し自分から彼女を手に入れようとはせず、ガッツに託そうとしたのか。2つの理由を考えているんですが、1つは柔道は明晰であるがために自分の能力の限界の察知が早いということ。それまでのキャスカとの関係で自分には目がないと早々に諦めていたのではないかと思います。8巻で、俺はさ、昔から何でも小器用にこなせる方だった。でもどれも一番にはなれなかった。と語っているところからも、自分をどこか半端者であるように見ているような気がします。実はそれだけの明晰な頭脳を持ちながら、それを自覚もしていながら、彼からは自信のなさがにじみ出ています。小器用で何でも人並み以上にこなせるが一番にはなれない。典型的な器用貧乏と言われるタイプですが、割とこの点に関しては僕も共感できる部分があるというか、僕もめっちゃ器用貧乏なんですよね。なんかいきなり自分語りですいませんけど、割といろんなものに興味を持って最初は人よりもうまくできるんですけど、それですぐに飽きちゃったりということが多くて、なので愚直に一つのことを突き詰めて極めていける人に対してすごく尊敬の念というか憧れがあるんですよ。柔道もガッツのことをそのように見ていたんじゃないですかね。キャスカを守るために100人切ってしまう男なので、こいつに任せておけば大丈夫だと思ったのではないでしょうか。2つ目はグリフィスもしくは高野団全体を優先させたということ。グリフィスが捕まった後、逆賊になった高野団はキャスカを団長代理として立て、柔道がそのサポート役として活躍していますが、グリフィス奪還後、高野団に未来がないと気づいた後、居残った連中誘って盗賊でも始めるか。そうすりゃグリフィス一人ぐらい面倒見れるだろう。とあくまでグリフィスからは離れない姿勢を見せます。一度抜けたガッツとは違い、俺まだ鷹だもん。と言ってグリフィスへの忠誠心を崩しません。しかし結局のところはそれも方便かもしれません。
盗賊をやるのにキャスカは真面目すぎると言ってガッツにキャスカを連れて行くように促していますが、目的はそこでしかなかったように見えます。ガッツが鷹の段を脱退する朝、ガッツにキャスカをどう思っているのかを問いただすジュドー。ガッツは戦友だと言い逃れようとしますが、その直後のコマで真摯な眼差しでガッツを見つめるジュドーの視線を見て、ガッツはあいつが見つめているのはグリフィスだから今の俺じゃダメなんだと言い換えています。この視線にジュドーのキャスカに対する真剣な気持ちが現れていますよね。言い換えたガッツの感情としても、こいつには適当なことは言えないと思わせるような真剣さがある。ここでのジュドーの視線からも、キャスカを盗賊にはできないという思いよりも、信頼できるガッツにキャスカを任せることで自分のキャスカへの思いに踏ん切りをつけようとしていたのではないかと考えられます。そもそもジュドーはキャスカが自分のことを恋愛対象として見ることはありえないと諦めていたのでしょう。キャスカはガッツが脱退するまで疑いなくその思いをグリフィス一人に向けていました。その感情は崇拝に近いものであり、他の男が入り込む余地など全くありませんでしたし、その他の男の中にジュドーも含まれます。しかし明晰なジュドーにはキャスカがグリフィスと結ばれることもまたないと分かっています。グリフィスが自分の国を手に入れるためにはシャルロットを手に入れる必要がありますし、事実グリフィスもそのように動いていますからね。自分が思う女性がグリフィスに心酔することによってその女性が女として幸せになることはない。それがジュドーには我慢ならないことだったのではないでしょうか。故に脈がありそうに見えるガッツに自分の思いとともにキャスカを託そうとしたのでしょう。職の現場でジュドーは最後キャスカを守りながらその人生の幕を閉じることになるわけですが、その最後の最後までついにキャスカに思いを告げることなく彼は言ってしまいます。この時の感情の描写の中で、口は達者なつもりだったけどとうとう言いそびれちまったなと語っていますが、そもそも言うつもりなんてさらさらなかったのでしょう。自分の気持ちを語ることがキャスカにとって気持ちの負担にしかならないことが分かっていたから、それまでもキャスカにあえて自分の気持ちを語ることもなかったのでしょうし、その態度こそがジュドーの相手の感情をおもんばかることができる明晰さと、愛しく思っている相手に対する優しさではないかと思います。結局彼は感情を他の登場人物に対して語ることは全くなく、彼自身の感情について理解しているのは読者のみというところが、ジュドーというキャラクターの切なさとかっこよさにつながっているのかなと思います。ということで今回は鷹の段の頭脳の一人といえるジュドーについて考察していきました。最後までキャスカの幸せを願ったジュドーの思いが成就する日は来るんでしょうかね。それも今後の展開がなければ永久にわからないところなんですが、昨年末に発行された最新41巻でも今後の展開は未定とされていたので、まだどうなるかは保留されたままなんですよね。実際アシスタントさんたちで続けるということになっても、それもどうなんだろうというところではあるんですが、いろんなキャラクターの思いが最終的にどのような形に結実するのかを見たい気持ちもあるので、じっくりと今後を見守りたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。